ニトロ Vlog です。さて、今回の動画は11月8日に販売開始したレトロイドポケット3プラスの実機レビューをお届けします。余談になりますが、私はプレセールが開始されてすぐに予約注文したんだけど、新色のクリアブルーを注文したはずなのに到着したのが16ビットカラーでした。なんでって感じでしたよ。ちゃんと確認したはずなんだけど、私以外にもクリアブルーを注文したのにメール確認したら16ビットが注文されていて、慌てて変更依頼した人もいるから、皆さんもちゃんと確認した方が良いですよ。これシステムトラブルじゃないかと疑ってます。だってカラー選択って間違わないよね。まあ16ビットカラーも実際に見たら気に入っちゃったから別に良いんだけどね。だけど動画にするなら新色の方が良かったよね。とりあえず気を取り直してレトロイドポケット3プラスのレビューに行きましょう。レトロイドポケット3プラスのスペックは映像の通りですが、旧モデルからのアップグレードについて軽く説明しておきます。本体デザインは旧モデルと同じですが、変更点は映像の文字が黄色い箇所。まずチップセットユニソックタイガー T310 からよりパワフルな T618 にアップグレードしました。また搭載メモリーが 3GB から 4GB になって、内蔵ストレージは 32GB から 128GB と大幅に容量が大きくなりました。それとバッテリー容量、旧モデルでは 4000mAh だったのが 4500mAh に増えました。性能向上としてはそれほど大きくはないですが、ストレージがだいぶ増えたのは良い点ですね。前回レビューしたアンバーニック RG505 とチップセットやメモリーなどは全く同じで、まさにライバル機種。どちらが良いか悩んでいる人も多そうですね。レトロイドポケット3プラスのパッケージ。磁石で蓋がロックされるようになっていて、本体はブリスターパックに収められています。安価な製品なのにちゃんとしてますよね。付属品はスクリーンプロテクターと USB-C ケーブル、それと薄い紙ペラ1枚の説明書です。USB-C ケーブルは見た目が良いですね。説明書は英語で記載されていますが、スペックが記載されているだけで一応入れときましたって感じかな。さて、本体のデザイン。スイッチライトのような見た目ですが、サイズはかなりコンパクトです。16ビットカラーはスーパーファミコンがモチーフ。古いパソコンみたいな色に見えるけど、ラメっぽい光沢があって質感的には良いですね。スクリーン右下にはさりげないレトロイドポケットのロゴ。センスが良いです。スタート、セレクトボタンはフェイス部から排除されているのがレトロイドポケット3プラスの特徴。本体上部のこの部分に配置されています。使いやすいかどうかは別として、見た目的にシンプルなデザインは良いです。ショルダーボタンは上下レイアウトですが、アナログではなくオン・オフのみとなっています。上部の左側には電源ボタン。このポートはマイクロ HDMI 出力です。背面もかなりシンプルで、電子機器に大概は存在する銘板印刷もシールもありません。上下に排熱用の穴があるだけ。ちなみに内蔵ファンはありません。本体の右側にはホームボタン、
左側にボリュームボタンが配置されています。本体下部、左右にあるこの穴はスピーカーですね。中央には USB-C ポート、右側にイヤホンジャックです。マイクロ SD カードポートは蓋付き。塵やホコリが入らないし、見た目も良いです。デザインの印象は、全体的に丸みを帯びていて、シンプルな仕上がり。高級感はありませんが、質感は上質です。特にコンパクトで軽いのが気に入りました。さて、デザインはスイッチライトを模写ですが、操作ボタンはどうやら PS ビータの模写みたい。形状がそっくりです。十字キーは押し心地も PS ビータっぽい。ABXY はビータよりも少し硬めかな。ゲームで少し遊んでみましたが、操作性に問題は全く感じません。むしろ個人的にはかなり好きな感じ。操作しやすいです。ショルダーボタンも自然に指が添えられて違和感がないです。ただ、4本指操作はちょっと窮屈ですかね。ハンドヘルドゲーム機の中では操作性はかなり良いんじゃないかな。レトロイドポケット3プラスのスクリーンは IPS4.7 インチ、解像度 1334×750 ピクセルです。このクラスとしては最大輝度が明るく、発色も綺麗。視野角による色変化も少ない感じです。有機 EL を採用した RG505 と比べちゃうと、黒や白表示に品質さを感じるけど、普通に使う分には不満はまず感じないでしょう。本体サイズに対してスクリーン表示が広いので、見た目が良く没入感が高いのも良い点です。あと、内蔵スピーカーは広がりのある音声再生で意外と良い感じですが、少し広域が耳障りに感じることがあります。でも、小型デバイスとしては良い部類なんじゃないかな。良い音で聞きたいならイヤホン使うだろうし、問題なしです。レトロイドポケット3プラスは Android 11を搭載。言語設定は日本語に対応。Google Play Store も標準で搭載しています。初回起動時に主要なエミュレーターなど、プリインストールアプリを選択、導入することが可能です。旧モデルに比べると、システムの使い勝手は相当良くなってるみたいです。Android のスマホを使っている人なら、ほとんど悩まずに操作や設定ができそうです。Android ゲームなどで、タッチスクリーンを物理ボタンに割り当てる機能、ボタンアダプテーション。画面右を左にスワイプすると、設定画面が開けます。アプリごとに設定すると、次回起動時に、自動的に設定内容が反映されます。設定は、最初少し戸惑うかもしれないけど、いじっていると、おそらく理解できます。これは、かなり使いやすいです。それと、スイッチの UI っぽい、標準のランチャーアプリ。これも、設定が簡単で、使い勝手が良いです。エミュレーターを Linux 機種のように使いたいなら、これは実用的だと感じました。システムや専用アプリのチューニングは、Android ゲーム機を長年手掛けてきた、レトロイドのノウハウが活かされているみたいですね。さて、今回は、レトロイドポケット3プラスの本体レビューをお届けしましたが、簡単にまとめると、コンパクトだけど、操作性、デザインが良く、システムや独自アプリのチューニングが秀逸。Android 機種の中では、コスパ最強のモデル。私はかなり気に入りました。
性能に関してですが、前回レビューした RG505 とスペック的にも全く同じはずなんですが、PS2 のタイトル、連邦 VS ジョーを試したら、なぜか、レトロイドポケット3プラスは、ストレスなく遊べるレベルで動作するんだよね。なんでかな？グラフィック設定同じなんだけどね。そんな感じで、次の動画では、2機種の比較動画を編集したいと思ってます。だけど、撮影が大変だから、しばらく時間がかかるかもしれないけど、とにかく、チャンネル登録、コメント、評価など、動画を更新するモチベーションになっています。ぜひ、よろしくお願いしますね。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。じゃあ、またね。バイ、バイ。